ノーズライディングの時に頭からお尻、この上半身、こことても大切です。皆さんこんにちは。プロサーファーの吉川ひろかです。今回はスタイリッシュなノーズライディングをするために気をつけるポイントを3つ解説していきます。すでにノーズライディングできる方だけではなくて、これからノーズライディング練習したいという方も、変な癖がついていない状態でいい姿勢を取りながら練習することですぐ上達することができますので、ぜひ取り入れてもらいたいと思います。ノーズライディングの時だけではなくて、テイクオフした後の基本の姿勢にも応用できるので、ぜひ最後まで動画を見てもらえたら嬉しいです。今回お話しするポイントなんですが、3つありまして、上半身の軸と後ろ足、あとはバランスの取り方、3つに分けて今回解説していきます。それではまず1つ目なんですが、上半身の軸について解説していきます。まずとても大切なのが、ノーズライディングの時に頭からお尻、この上半身、ここに軸があるとして、ここを立ててあげることがとても大切です。上半身を立てることによって頭がぶれにくくなるので、ノーズライディングをしている時もとても安定感が増してスタイリッシュに見えることができます。バランスが取りやすいですし、頭からお尻の軸がしっかりしていることで、バランスを取った時に手や足が動いてしまっても、体の中のこの上半身の軸がしっかり保つことができれば見栄えも良くなります。腕や足は動いていても、頭からお尻はあまり動いていない方が多いです。基本的に頭と腰が同じラインにあればいいので、応用としてソールアーチや、チーター5なんかもできると思います。重心を前に持っていきたい時に、頭からお尻を前に倒して、こういう体勢でやってしまう方がいるんですが、それは良くなくて、重心を前に持っていきたい時は体を前に倒すのではなくて、体を立てて一歩前に出るウォーキングをするという癖をつけることでスタイリッシュに見えやすくなります。次は、後ろ足についてお話しします。これは少しの意識で大きく改善することができるんですが、よく後ろ足を曲げる時に膝が開いてしまうことがあります。私はレギュラースタンスなんで右足が後ろ足になるんですが、膝を曲げるときに、こういう感じにガニ股のように開いてしまうと、ちょっと見栄えは良くなくなってしまいますね。この外側に向いている膝を少しだけ内側に倒すように、内側に向かって曲げるようにすると、見栄えは一気に変わると思います。膝が外側に開いてしまっている方は、結構上半身も横になって膝が開いてしまっている方が多いので、ノーズライディングの時はこの腰から上はまっすぐ開くことによって膝も外側ではなくて内側に入りやすくなるので、ぜひ、挑戦してみてください。ポイントの3つ目はバランスの取り方です。バランスの取り方なんですが、まず手に力が入っていないことがとても大切です。手の先に拳を作ってグッて力が入ってしまっている状態の方がよくいるんですが、そうするとバランスが取りにくくなってしまっていて、少しボードがぐらついただけでもワイプアウトしてしまう方がたくさんいると思うので、まずはこの手の力、肩の力をなくすようにして、腕には力を入れない状態にすることをまず意識してみてください。
手のひらの力を抜くことによって腕全体の力も抜きやすくなるので、まずは手のひらから力を入れないようにしてみてください。あとは両手が、激しく動いてしまうっていう悩みを持っている方は、前の手を固定して、後ろの手でバランスを取るということをまずは意識してみると、スタイリッシュに見えやすくなります。両手を動かさないようにするためには、いいラインを通っていくことが大切になってきますし、ボードの上を歩くときにストリンガーの上を必ずまっすぐ歩いていくということが大切になってきます。バランスを取らなくても安定したライディングができるコツっていうのはたくさんあります。バランスを取るときに一気にスタイリッシュじゃなくなってしまうので、波のブレークをしっかり先読みして、自分がどのラインで通っていけばいいのか分かってくるようになると、自然とねボードのぐらつきもなくなってきて、自分がぐらぐら揺れてしまうということもなくなってくるので、なるべく、波に乗る前からこの波はどんなブレイクをするのかなっていうのをしっかり予測できるようになると、またワンランク上のサーファーになれると思います。スタイリッシュなノーズライディングのコツについて、今回はこの上半身の軸と後ろ足、あとはバランスの取り方、まずはこの3つについて解説させてもらいました。他にもねまだまだポイントはあるんですが、まずはこの3つを意識することでだいぶライディング変わってくると思います。全てに共通するのは、力みすぎないことがとても大切になってくるので、なるべく脱力をしてなんかやってやろうとか意気込んでいくと失敗しやすくなってしまうので、波のブレイクをよく見ることで力を抜くことがとても大切です。波と調和してリラックスして楽しんでもらえたら嬉しいです。この動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。ひろたんでした。